はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、クリスマスイベント、インターワンダーランド2025徹底解説をお送りいたします。突如始まりました2025年のインターワンダーランド。いろいろ新しいスキンなどが追加されておりますので、その辺を中心に詳しくご紹介していければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず基本情報からお伝えしていきます。期間はすでに始まっておりまして、2025年12月の19日から1月の5日まで、日本時間で言うと20日早朝から1月の6日早朝までとなります。倍率はこちら、通常サーバーでオール2倍となります。イベントカラーはこちら。結構いろいろ数は多いんですが、主に赤と緑出ているんですが、アクチュアルブラックとリノアルビノも両方ですね、実装されておりますので、ぜひ集めてみてはいかがでしょうか。続いてイベント適用について。まずシングルプレイヤーの方に関してはですね、このようにスタート画面から開始、そしてモッドリスト、こちらに検索の部分ですね、927090モッド ID 入れていただくと、このようにイベントが出てきます。こちらを開いていただいてインストールしていただくという流れになります。もちろんすでにインストールされている方はこの操作は不要となります。あとはゲーム開始画面に戻っていただいて、ゲームを作成または再開、こちらのモッド設定を押していただいて、利用可能なモッド、この中にウィンターワンダーランドが入っておりますので、これを有効化していただきます。有効化していただくと、この右のところにですね、A のマークがつきますので、これが有効化されているマークになってます。すると、横の有効なモッドというところに表示が出てまいりますので、こちらで OK です。この状態でシングルプレイヤー、もしくは非専用サーバーでスタートしていただくという流れになります。これとは別に、レンタルサーバー、非公式サーバーでされている方に関してはですね、サーバー主の方に関しては、サーバーのコマンドライン起動因数に先ほどのモッド ID を927090を入れていただければ適用することが可能です。サーバーに適用されれば、サーバー自体の設定は特に何かいじる必要はありません。プレイする方に関しては、先ほどのイベントモッドを入れていただければ、そのサーバーで遊ぶことが可能です。続いて、イベントアイテムの作成について。イベントアイテムはこちらの作業台で作ることになります。作業台開いていただいて、こちらの休日というフォルダ開いていただくと、今回エモードと冬というものができてきます。エモートは今回追加されたものを含めて、ウィンターワンダーランドのエモートが獲得することが可能です。必要なものは宿り木と石炭。獲得方法は次のチャプターでお伝えします。もう一つ、冬の方を見ていただくと、このように各種スキンを獲得することが可能です。プラスキャンディーですね。合わせてこちらに建築物と出ているんですが、今回建築物のスキンが大量に増えておりますので、こちらで区分けされて獲得することが可能です。これフォルダー分けされてない場合は全て混ざって出てきますのでご注意ください。こちらのスキンの内容に関しても後ほどご紹介させていただきます。続いて重要となります宿り木や石炭の獲得方法およびイベントクリーチャーのイベントについてご紹介していきます。
今回のクリスマスイベント、かなり量があるので、全部まとめてご紹介してしまうとお時間かかってしまいますので、以前ご紹介している部分に関しては、こちらで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。今回はご紹介していなかったガチャクラウスとエルフトビネズミについてご紹介していきます。まずはこちら、エルフトビネズミ。こちらに関してはですね、その辺飛び回っておりますので、シンプルに撃破をしていただくと、宿り木と石炭ゲットすることが可能です。攻撃すると反撃してきまして、スペック的にはですね、見ていただいている通り、多少変動はありますが、2500前後ぐらいになるんですかね。と、メレーということになります。こちらを攻撃するとこのように槍を放ってきますので、結構痛いんでね、気をつけていただければと思うんですが、乗っている建物からと、このように本体を倒すと、石炭と宿り木をゲットすることが可能です。続いてガチャクラウス。こちらも見つけていただいて、手に入れたイベントアイテム、宿り木や石炭を普段のガチャみたいにですね、捨てていただくと、食べてくれまして、ガチャクリスタルが生成されていきます。もちろん宿り木でも食べてくれます。するとこのようにガチャクリスタルを生成してくれるので拾う。このガチャクリスタルを割るとですね、イベントキャンディやチビペット、リースとかですね、イベントアイテムが出てきたりしますので、こういったところでチビペットもゲットしていただくことが可能です。チビペット欲しいけど争うのも嫌だよっていう方はですね、こういうところでチビペットを狙っていただければと思います。続いてサバイバーのスキンについて。今回はですね、新規追加されたサバイバーのスキンはこの1種類となります。こちらホリデーツリーのギリー装備になってます。なのでつけれるのはあくまでもギリー装備にのみつけれるスキンとなっておりますのでご注意ください。5V ですね。するとこういう見た目になっておりまして、キラキラしている状態にもなっております。こんな感じですね。続いて新規エモート。まずは宿り木。続いてホリデーキッス。横から。こちらが今回新規追加されたエモートとなります。続いて本日のメインイベントであります建材等につけるタイプのスキン群をご紹介していきます。まずはこちらキャンディのバリケードスキン。これは当然木か鉄のバリケードにつけるものとなります。見た目はこんな感じ。続いてジンジャーブレッドのドライブタワースキン。その名の通りドライブタワーにつけるものとなります。見た目はこんな感じ。作り込まれておりますので、実際つけてみてお楽しみいただければと思います。続いて、クリスマスの暖炉スキン。これは前からあるものになってますが、炉につけるスキンになっておりまして、見た目はこんな感じになってます。続いて、こちらもサンタの作業台スキン。作業台につけるタイプになっておりまして、こういう見た目になってます。続いて新スキン、キャンディーケインの街灯スキン。こういう見た目になってます。これつけれるのは全方位ランプなどになります。ただしですね、こういったボブストールテイルのものに関してはつけることができなかったので、ご注意いただければと思います。続いて、ホットココアのビールダルスキン。その名の通りビールダルにつけることになりますが、なぜか2つに分かれてます。続いてペパーミントスパイラルスキン。
これは絨毯につけるスキンになっておりまして、こういう見た目に変わります。ここからは複数適用となるんですが、ジンジャーブレッドの家具スキン。これが2段ベッド。これがベッド、椅子、ベンチ、そしてテーブルとなっております。続いてこちら、ジンジャーブレッドのストレージチェストスキン。これもいろんなタイプに適用するものになっておりまして、このようにですね、収納ボックスの小だとこういった感じ、大だとこういった感じ、あと本棚ですね。残念ながらボブズトールテイルの宝箱には適用できません。あと金庫も適用ができなかったです。続いて装飾箱に適用するタイプのもの。まずはロリポッププロップスキン。これは小さなデコレーションボックスになってます。こんな感じですね。小さなデコレーションなんですが、つけるとなかなか大きいものになります。一応スキン設定で回転とかはできるようになってます。あとサイズ変更をすることも可能です。これは他のスキンも一緒ですね。続いてジンジャーブレッドツリースキン。ツリーのクッキー。裏面は何もありません。続いてこれ名前表記が間違っておりますが、ジンジャーブレッドマンになります。これも小さなデコレーションボックスですね。同じく裏は何もありません。続いてこれも名前違うね。おそらく雪だるまの名前で合ってるかと思います。こんな感じになってます。続いて雪の結晶スキン。これもデコレーション小でつけることができます。続いて巨大ガムドロップスキン。巨大ですが小さなデコレーションボックスでつけることができます。続いて恐竜クッキースキン。こんな感じですね。決して恐竜の形をしているわけではありません。ジンジャーブレッドのソリ。これだけ中型のデコレーションボックスになっておりますのでご注意ください。乗れるわけではありません。こんな感じですね。そして大注目のジンジャーブレッド建築物スキン。これは一つで各建材に適用することができます。これが土台ですね。4分の1土台。基本一緒ですね。ちょっと白枠が変わってきます。三角の土台。こちらが通常の壁。外側がこういう感じですね。あと扉枠と扉。両扉枠と。窓につけるとこういうスキンになりますので、窓だけつけるっていうのも一つのデザインだと思います。ガラス窓になってくれますのでね。からがクォーター。クォーターの壁はただのクッキーですね。柵ということになります。これちょっと後ろ向きですけどね。傾斜壁2タイプ。そして三角の屋根3タイプ。屋根角度とスロープ角度で見た目が変わってきております。天井関係。セラードアはドアな感じになってますね。階段、屋根、スロープのそれぞれクォーターと通常バージョンということになります。あと螺旋もちゃんと適用されますんでね。あともう一つ、4枚壁も適用が可能です。通常の壁だと外にこういう飴がつくんですが、4枚壁だとこのように何もついていない状態になってますので、この辺ちょっと見た目が変わってきますのでご注意ください。こっち側は一緒ですね。ひょっとすると付け忘れたかな。あとこちらがはしご。そしてこれが恐竜門になります。角が丸くなりますので、この辺りもちょっとご注意いただければと思います。扉もこんな感じですね。こっちがベヒモスゲート。外がこういう感じになってます。こうすると外と内が分かりやすいですね。あとセラードア。こっちが大ですね。巨大セラードアになりますが、デザインはどっちも一緒ですね。小さい方も含めて。あと柱関係なんですが、柱関係はどのデザインにしても太さは変わるんですが、見た目は変わりないですね。横にしても縦にしてもこういう感じになっております。
これがジンジャーブレッド建築物スキンになってます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ウィンターワンダーランド2025徹底解説をお送りいたしました。結構ですね、建築物のスキン、建材に対してのスキンが出てきたのは、お菓子の家が作れるというですね、画期的なところもありますが、建築可愛く作ってみたい方は、ポイントだけでも使うといろいろ面白いことができると思いますので、ぜひご活用いただければと思います。また各設備に対してもですね、いろんなものが出ておりますので、ぜひご活用いただいて、お菓子のお家を作っていただければと思います。ということで本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。